こんにちは、春風鈍行です。今回の動画は、ウルトラスーパーデラックスの新格闘王です。普通の格闘王でさえボスが多くて大苦戦していたのに、難易度が爆上がりしているので、何度も不安になりました。解消なしの春ドンは果たして、クリアできるのか？それではご覧ください。何度か挑戦してどの能力が使いやすいか検討を重ね、最終的にジェットでクリアしました。たまにストーンやプラズマの画像が挟まっていますがご了承ください。写真には撮っていませんが、ハンマーも何回か使いました。最初の6000は後の作品でもおなじみの、ランダム区間。大王の逆襲に出てきた順番に、紹介します。この区間をノーダメで乗り切らないと、その後が非常にきつい。ウィスピー。今更ですが、リベンジ、は省きます。紫のリンゴや毛虫、ゴルドを落とすようになりました。基本的には空気弾や竜巻は根元にいれば、当たらないのですが、落としてきたものがジェットの、チャージをすり抜けるというね。クリアできた時にもランダム区間ではここだけ被弾してしまいました。ロロロ&ラララ。HP が上がったのでワンパンは通常版よりも、難しいです。それでも片方だけ瞬殺ならたまにできるようにはなった。ただ、自分よりも上の段に出てこられると、上がっていくのが非常に大変。時間がめちゃくちゃかかりました。クラッコジュニア。格闘王ではハブられていましたがこちらで、登場できています。動きに合わせてジェットで突進しておけばかなり安定しました。クラッコさん。最初にはドルブを落としてくれないとその後が、全く安定しません。あとトリデラでも使っていた対角線上に、雷を落とす技、実は本作が初出です。新格闘王ではそこまで、いかないけど。カブーラー。慣れないうちはこいつで HP の、半分以上を溶かされていました。画面の左上には砲弾や、ゴルドーが届かないため実質的なアンチですが、ミサイルをランダムではなく順番に、撃ってくる攻撃がどうしても、避けにくいです。結局残り少しで倒せそうな時は、わざと接近して、スリーウェイショットをすべて、当ててミサイルを阻止した。中ボス連中。過去作からの復活組です。写真は撮りそびれたのでサムネのみ。チクタクは音波攻撃の間が、無敵になってしまうので、遅延すんな、となっていたのが、実情。倒すのは楽ですが、グランドウィリー。ジェットクラッカーだと普通に、接触してしまうため、結局体当たり連打でした。小さいウィリーを投げるのも、難しかったし。ファンファン。可愛いんですけれど、画面が狭いのも相まって、ガチで強いです。この子もジェットクラッカー主体では確実に、投げ飛ばされる上に、リンゴ投げとのモーションの違いが、わからないため苦戦しました。ファイアーライオン。デデデ上とは異なりツインじゃないのが、救いですが、噛みつき攻撃の威力が、異常です。固定区間の四天王に入ると、休憩所の曲が不協和音だらけの、曲になります。作曲したの絶対石川氏でしょ。後の作品でもこの傾向は引き継がれています。特にツアーとかインワードストラグルとか、マスクドデデデ。他の方もおっしゃっていますが、やっぱり曲がいいよね。まだジェットクラッカーは当てやすい方で、ミサイルや火炎放射、ハンマーから衝撃波を放つ技では背後に、回り込めれば非常に楽です。ただデデデトルネードが鬼門すぎます。ジェットだとホバリング速度が、速いので、電流金網に直撃する事故が、多発しました。A ボタン連打でちょうどいい高度を、キープし続けるのが大変でした。おそらく今の私にはロボプラの、ハートレスティアーズを避けるのは、無理です。全体で15回ほど挑戦しましたが、2回だけノーダメージで乗り切れました。ワムバムジュエル。こいつだけ再登場がまだだそうで。一応スーパーカビ班ではヒールドクターの、装備の没案だったそうですが、通常のワムバムロックでも、嫌というほど思い知りましたが、画面端で被弾することが、多かったです。パンチは反対側から突進していけば、割とどうにかなりました。指を分解する技も投げられるし、石像を落とす技も上に、うまく潜り込んで飛んでいれば、ダメージを与えられます。キャラクティックナイト。以下、キャラ、もしくは、椎茸、と、記載します。キャラだけに限らずメタ派生種全般に、言えますが、小さいし素早いのでガチで、きついです。メタゴーデラックスでも回復連打してようやく、倒せたようなやつなので、メタナイツ召喚がやたら多かったのも、地味にイラつくポイント。遅延すんな椎茸、と、キレ散らかしました。クリアした回の1回だけノーダメで、倒せた。今でも奇跡なんじゃないかと、思っています。ラスボスのマルクソウルの前にちょっとしたストーリーの、ムービーが入ります。いつもの爆発の後、ノバのパーツを取り込んで復活したマルクが、
ソウル化して立ちはだかる、というお話。メタゴーデラックスで顔のパーツが、少し欠けていたのも、ここでマルクと一体化したからだと、思われます。この辺のストーリーはスペシャルページにも、書いてあります。巨悪の魂、という呼び方がされていますね。マルクの子は解釈としては熊崎氏が、本作、桜井氏がスマブラスペシャルって、感じかな。もしも本作がスマブラの演出を、取り入れていたら、シミラの顔がセロビーになっていたことでしょう。というか変身する瞬間にちょっとうにょうにょしてるのが、キモい。というわけで、本編との違いを中心に、感想を書いていきます。初手ブラックホール。マホロはソウルにも引き継がれましたね。範囲が広がっていますが走っていれば、問題なし。写真撮るのミスってますが、シューターカッター。2回放ちますが掴めた時が、爽快。カービィちゃんの手は大丈夫なんだろうか。新技、スプラッシュマルク。ソウルボス連中恒例の、スプラッシュラッシュの系譜です。セクトニアソウルと違って橋が、アンチじゃないのがしんどいんだよな。一応ペイントをコピーできるのですが、一発系能力に耐性を、持っているからあんまり効果的じゃないんですよね。結局ジェットのまま続けています。思いっきり食らっていますが、こちらも新技のデッドリーボール。ソウルボス連中おなじみデッドリーさんの、系譜となります。そもそもこれを出してくる段階に、到達したのが2回しかないので、避け方は全くわからないままでした。倒しました。こんなやられ方してもスターラでは普通に、出てきてるんですよね。どういう体の構造してんのよ。明らかに焦点してそうだったマホロアでさえマホエピで、超頑張ってたのに、こいつは別ベクトルでやばいわ。ただ撃破時モーションが地味に、長い上に本作ではタイマーが、止まらないので、怖い、よりも先に、早くたばれ、という感想が、先行してしまった。倒せた時の挑戦ではマスクドデデデと、キャラがノーダメでトマトを温存でき、HP が満タンの状態だったのにもかかわらず、残り HP が1になるほどでした。最終リザルトはこんな感じです。私よりも早い人は世の中に、溢れ返っていると思います。いかがでしたか？ガチで疲れたウルデラの新格闘王でした。これで名実ともに 100% クリアです。普通の格闘王は、ウィーデラの新格闘王並みに、ボスが多いのですが、こちらは少数精鋭なので、難しさのベクトルが違う。現在はトリデラの新格闘王プレイレポを、鋭意制作中です。早く投稿したいところ。それが終わったらロボプラの新勝ち抜きを、クリアしたいです。まだ挑戦すらしていない段階ですが、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。